おはようございます。ねどらです。今回は鶴林寺と大龍寺、この2つのお寺を打ちたいと思います。両方とも遍路転がしと呼ばれる結構きつい登山道を登っていくタイプでですね、正山寺ほどじゃないんですがきついということなので、頑張って登りたいと思います。登山道入り口まではふれあいの里坂本さんの車でですね送ってもらいました。登山口から、鶴林寺までは約3キロなので、頑張っていきたいと思います。結構前半の方でですね、このわらぶき屋根の、お遍路休憩小屋があって、こう横にトイレもありました。登山道は結構急だけども歩きやすく整備されてますね。はい、これも、正山寺の途中にありましたけど、水飲み大師ですね。以前大師様が杖をついて水を出したと。ただこのルートは結構頂上まで距離がないんでですね、ここで水汲まなくてもペットボトル1本あれば十分かなという感じです。登山道のあちこちにですね、いろんな小言がこう貼ってあるんですよね。これ読んでるだけでも結構楽しいんですけどね、みんなよく考えるなってすごい関心です。はい、これ途中景色が開けてるとこなんですけど、大龍寺の方に行くまでの道のりがね見えるんですよ。下にね川を渡す橋が見えるんですけど、あれを渡って向こうの山の頂上までまた行きます。結構大変ですよね、距離があります。はい、だいぶ上の方に近づいてきました。鶴林寺まであと 400m ですね。これ駐車場の入り口の方からこの登山道が上がってくると入るんですよね。はい、20番札所、鶴林寺です。鶴林寺っていうぐらいだからもちろん鶴にまつわる伝説があるんですけど、その山の上にあるお寺っていうのに鶴っていうのが乗っかってですね、厳かな雰囲気がさらに上がってるっていうか、空気がピーンと張ってですね、すごいいい雰囲気でした。ここは鐘がねつけないタイプですね。鶴林寺さんは農協するところを撮らせてもらいました。相変わらず達筆でですね、すごいですね。はい、ではこれから大龍寺に向かいます。一度山を下ってですね、それから川を渡って今度川の向こうにある山を登って、向こうの山の頂上が大龍寺と、上りよりもね下りの方が足にくるんですよね。この辺になるともう疲れというよりですね、足のダメージの方が気になっちゃって、特に私の場合は膝ですね、もうガックガクです。遍路道を降りて途中1回車道を横切る感じになります。これ横切ってまた歩き遍路道行くんですけどね、トイレって書いてあるんでね、これすぐその辺にトイレがあるかと思ったら結構まだね向こうの方です。途中にある遍路小屋ですね、ここにね格言的なのがあってですね、早く歩くかゆっくり歩くか、何日で回るか何回回るか、そんなことよりしっかり歩けと。いやもうほんとねおっしゃる通りです。はい、さっきのトイレですね、この先にねやっとあります。結構ねさっきの看板から距離あるんですよね。これがね見えてきたらもうすぐです。この辺トイレ自体はないので、途中のこの公民館みたいなところですね、ここのトイレをお遍路さん用に提供していると、そういうことらしいです。はい、入り口に和傘とかですねかけるところがあって、下には、一応お接待という扱いでですね、納め札を入れるところがあります。ここは近所の方たちがボランティアできれいにしてくれてるそうなんですけど、結構綺麗なね洋式のトイレもあったので、女性の方も使いやすいかなと思います。一般道に出るとすぐに遍路休憩小屋があります。ここには阿波踊りを模したなんか芸術的なものもあってですね、なかなか賑やかで面白い休憩小屋でした。はい、これから例の、橋を渡ります。これさっき鶴林寺行く時に上から見たですね橋ですね、相当長い橋ですね。この川は中川っていうんですけど、すんごい綺麗でした。川を渡ってちょっと行ったところを曲がるとですね、ここからまた歩き遍路道になります。道自体はある程度舗装されているので非常に歩きやすくてですね、基本的にはこの川沿いを、登っていく感じになります。角度的には急なんでですね、それなりにきついんですけども、しばらく行くとですね、お遍路の休憩小屋があって、ここで、今回私たちはお昼ご飯を食べることにしました。
これはね、坂本で、握ってもらった昼ご飯なんですけど、おにぎり1個90円と非常に安かったです。横にはすんごい綺麗な川が流れててですね、この川を見ながらのんびりと食事をすることができます。ここで休憩するのがおすすめかなと、そんな感じでしたね。しばらく行くと本格的な遍路道、急登に入ってきます。ここはね、もう未舗装路、階段状にはなってるので登りやすいんですけども、それなりに急な角度でね、きつかったですね。はい、舗装が入ってくるとですね、もう大龍寺まであと少しです。はい、21番札所、大龍寺です。大龍寺は山の上にあるのにね、敷地がすごい広くて、山門入ってからもまだ結構歩くんですよ。しかも西の高野山って呼ばれてるだけあってね、結構いろいろなものがあってですね、中を見るだけでも結構時間かかります。一通り見たらさらにまた階段があってですね、途中の門の上に鐘があってこれをつきます。紐がすごく長いんでですね、つくのが大変ですけどね。本堂に行くためにはさらにこの階段を登って、その上もねまたやっぱりまだ歩くんですよね。時間をかけてやっと本堂に到着です。それから大師堂。大師堂の横にですね、さっき来た向こうの山の上にある鶴林寺がここから覗くと見えますよっていうのがあります。これね本当に見えるんですけど、ちょっと映像だとわかんないですよね。一通り参拝が終わったのでこれから下山しようと思います。ここは多くの参拝客も来るようなんですけれども、この湧き水がねバケツっていうのがねちょっと痛いですけどね。英語の表記もあちこちに入ってて、さすがロープウェイもある大きなお寺ですね。下山の途中に弘法大師が100日間修行をしたっていう写真ヶ岳っていうのがあると思ったんだけど、ちょっと道を間違えたみたいでね、ありませんでした。今から戻るパワーもないんでですね、これはね次回のお楽しみということにしておきます。これ途中でね越宮神社っていうのを見つけたんですけど、紀州沖で豊臣家の姫君を助けたって書いてあるんですけどね、これはねちょっと初耳でしたね。豊臣家の姫君か。はい、この辺がねちょっとくせ者なんですけど、最後平等寺の方に行く道なんですけどね、これね看板だとですね途中太い道を左に行けってなってるんですが、それをね他の看板ではまっすぐ行けになってるんですよ。でまっすぐ行くとですね、大根峠っていう峠を越えることになるんですよね。看板ではねこっちの方が近道だって書いてあるんでね、こっち来たんですけど、この大根峠が思ったよりねハードモードでですね、もう山2つ変路転がしに2つ終わらしてね、あとはねホイホイだと思ってるところでのこの峠だったんでね、結構精神的にダメージが大きかったです。かなり疲れました。はい、これね峠を越えた後のところの遍路小屋ですね。すごく立派な遍路小屋なんだけど、中にね鳥が巣作っちゃってね糞がいっぱい落ちてくるんで、今閉鎖になってるみたいです。平等寺まであと 1.6 キロですね。今日の宿も平等寺の横にあるので、あと30分ぐらいで到着になります。はい、本日お世話になる民宿サザンカさんです。これは、建物が2つあってですね、本館と別館みたいな感じですかね。こっちが本館になるんですかね。こっちがメインです。食事もこっちでします。入り口入るといきなりコインランドリーですね。洗剤はお接待ということで無料です。これがね驚きなんですけど、ここに置いてあるのね全部無料なんですよ。お接待で好きなものを好きなだけ持ってってくださいと。これ実はね明日の昼飯食うとこないので、ここから菓子パンとかみんな持っていくみたいです。続いてトイレですね。トイレはね男女共用なんで、ちょっと女性の方はあれかもしれないですけど、このね手前のこの便器の位置がねちょっと不思議ですけど、これねウォシュレットが最新型の洗うのなんですよ。これはねちょっと驚きでしたね。でここが今回私たちが泊まった部屋なんですけどね、なんとねこの大部屋20畳以上あるんですかね。ここにね2人という、けどまあ空いてるっていうのもあるんですけど、通常は団体さんとか相部屋みたいな感じだと思うんですけどね、こんな感じ。
ここにね、2人で寝ます。すごいね、罰ゲームレベルの広さですね。はい、お風呂です。これがね、脱衣場ですね。基本的には家族風呂のような感じなんですけども、シャワーヘッド、洗い場が2個に対して、湯船がね、すごい大きくて、もうちょっとしたね、温泉みたいなサイズでした。今回はうちの他にお遍路さんが2組泊まっててですね、合計3組でした。食事はね、メニューもすごく多くて、非常に美味しかったです。家庭的でしたね。はい、じゃあ今日はその罰ゲームレベルの広さのお部屋でゆっくり寝ることにします。朝食はこんな感じですね。必要十分っていう雰囲気です。今回もご視聴いただいてありがとうございました。今日は徳島県最後の札所薬王島で行って終わりにしようと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。